ね、そこそこリーさんの作品知ってる人からしたら第一これでびっくりしますよね、なんかちょっとよく知ってる鉄板とか石の作品と全然違って、でもこれがリーさんの最初の作品っていう感じなんですね。まあ68年のこれ作品なんですけども、当時は皆さんご存知のようにいわゆるオプティカルアートっていうのが流行ってる時期で、一言で言えば目がチカチカしたり、まともに物がちゃんと見られない、いろいろなんか翻弄されたり、あるいは物が動いたり、あるいはいろいろなんかこんがらがるような時代が、そういう時代、60年代後半っていうのは崩れて、壊れて混沌としていく時の作品です。その当時そのような言葉でやったわけじゃないけども、振り返ってみるとそういう時代だったっていうことなんで、作品もちょうどそういう空気を表す。だからものをちゃんと確かめられない、壊れていく、曖昧になっていく、そういういろんな動きの中で、その不確かさ、曖昧さみたいなものが空気として出てくるような、そういう一種のなんていうかな、現実そのものに対する不信感みたいなものの中で出てきた作品だと思えばいいです。ね、ショッキングピンクっていうけど、まさにショックを受けさすための作品なんですね。そうですね。しかもこれを見る人もこの中に入って写真撮るとこれにみんな染まっちゃって、みんなそのもの自体でいられなくなるっていう、そういう絵画であっても一緒の彫刻的な側面っていうか空間的な面が出てくるっていうことを表していると思えばいいかなと思います。いや全然後のスタイルと全然違いますけど、やっぱりリーさんにとってはすごく大切な、非常に大切な、ここから始めたい。そうです。だからこれは一種のトリックの始まりなので、70年代しばらくの間極めてトリッキーなものを利用していくんですけども、現実に対する不信感とかその曖昧さっていうか、従来のものに対するなんか否定性、抵抗、そういうものが続くので、この展覧会そのものがいわゆる一種の現代現実に対する拒否反応、あるいはなんかぶち壊しから出発するということを表す大きな起点だと思えばいいんです。だからこの展覧会は60年代後半70年代始まりの世界的な一つのその現象の表し方の一つの僕なりの提示だと思ってくれればいいかなと思います。こういう作品3点だけだったんですか？たくさんは作らなかった。たくさん作らなかった。あと1、2点あったんですけど、どこ行っちゃったか全然わかりません。そうなんですか。はい。この部屋もやっぱりじゃあさっきのと割ともうほとんどそれがもっと手が込んだようなトリッキーなことにますますなってきたということで、これはベニヤを平面的なベニヤをくり抜いて蛍光塗料でメイビウスの輪みたいなものを描いてるんですけども、これ写真撮ると立体的に見えますけども実際は平面なんですね。平面なのに立体的に見える。これは落選した作品なんですが、落選ジャパンアーツフェスティバルっていう落選っていうかフェスティバルにこれを提示しようと思って設置しておいで手続きをしようとしたら国籍欄を見て国籍欄がなかったんです。名前を書くと国はどこですかって言うんで韓国語で言ったらこれは国籍が違えば出品できませんということで出品拒否された作品なんです。それで大問題になっていろいろな問題で雑誌に書かれたりしたんですけども、これは本当は
ガラスが割れるはずなのに下に引いた鉄板が割れてるんです。そうそう、これよく見るとこの鉄板に切れ目が入ってるんですね。鉄板に切れ目が入ってるんです。だからこれはとんでん返してこれどうなってるんだかね、ガラスが割れるはずなのになんで鉄板が割れてるんだっていう、そういうそのトリッキーなとんでん返しの、要するにその現実というのは定かじゃない曖昧だというようなことを示す、その当時のまあ空気の一つの現れ方かなと思います。だから現在作られてる作品と似てますけど全然違うってことですね。そうです。もうそれいわゆるとんでん返しがあるというようなことをトリックなんですね。トリックなんですね。これがちなみに石と鉄板を使った最初の作品ですか。最ももうそう思ってもいいです。まあそれは定かじゃないんですけど、これが最もまあ初めに近いだろうと僕は思います。でこの後隣の部屋に行けばもうそのままガラスを割ってしまうことに極めて暴力的なものが出てきますけども。そうか、最初は割らなかったんですね。割れないってことや。そうですそうです。ちなみにこれは当時のものらしいですね。もうその純オリジナルのもんです。60年代に作った。68年の。68年の。はい。これは国際青年美術展という日本の日本文化フォーラムというところが組んだ展覧会で、これは文化フォーラム賞という賞をもらった作品なんですけど、はい。こっちは再制作。これ同じものがあるんですが、それ見つからなかったんで新しく制作したんですけど、最近見つかったんですけども、まあ同じものが2枚できましたけど、はい、でスパッと色がなくなってこうなっちゃうんですね。でこれはやっぱりトリックなんですね。いわゆるゴムでメジャーを作ること自体がそもそもナンセンスなんですけども、ゴムでメジャーを作って重いしてその引っ張って押さえておくと、そのメモリが全然ねその空間の感覚を表さない。当然それをゴムで作ったからずっとその伸ばしたところとその少しだけ伸ばしたところが全然この空間のその距離感覚が違ってくる。でだからいかにその視覚っていうのは曖昧かっていうことをまあ表してて、これも一種のトリックなんですけども、実際こういうようなことはこれは現実でもあるし、これは本当にトリックなのか本当はこうなのか分かんないわけです。で、まあこういうことを通って現実そのものを問題にするようになって、隣のガラスを割る作品、これはちょうどその当時60年代後半70年代初めは日本で例えば全共闘運動だとか労働運動だとか世界的にもヒッピーだのベトナム戦争反対だの、まあ、パリの5月革命だの、要するに壊れていく、あるいはもう大きなその不条理というか抵抗、そういうものが出てきた時代の一種の結果的に見て、その当時は思いませんでしたけど非常に象徴的な作品かと思います。極めて暴力性の強い。だからこれは政治を語らないけども極めてある面で政治的と言っても過言じゃない、そういう部分が出てきます。それでこちらはこのキャンバスっていうのは何も書いてないキャンバスですけども、これもその69年の現代展に紙あるいはキャンバス書かないものを展示するっていう、その時は紙を展示したんですが、紙あるいはキャンバスっていう回で出したらそれが入選したんですね。で、まあまさかそれ入選するとは思わなかったけども、これも書くことを拒否する、書かないっていうことの一種の象徴だから、割ってしまうとか書かないとか、あるいはこの引っ張って全然この規制の概念をグラグラとさせてしまうとか、そういう一種の抵抗の時代のまあ現れのような作品。李さんもでも今回これ派手に割れましたよね。だからこれは、この作品を作った時のことを思い出してきれいに割っちゃいけないと思ってやっちまえみたいなことで、まあ暴力性をもろに出したようなものです。
こんな風に言われたの初めて出てました初めてです。これはあまりにも派手に言われちゃったんで、ちょっとまあちょっとやりすぎかなとも思いますけど。でも時代とのつながりっていうと今それこそ世界で起こってるウクライナの状況とかとまさになんか重なってるのかなという感じもしますよね。世界に今壊れてるようなものを想起させる部分もあるかなと思います。ね、あとやっぱり自分の思い通りにならないのがあるっていうのはいいですね。おっしゃる通りです。思い通りになるっていう近代というのは思い通りになるのが近代です。でも思う通りにならないっていうことは現代のあらゆる問題です。そうか。でも李さんよく何年に作ったとかよく覚えてますよね。いや何回もやってるうちにそれを覚えましたよ。もともとこんな大きなあれだったんですか。そうそれは紙であったんです。紙で大きかったんです。紙でこのサイズでそれは峠上野にある古い美術館があったんですが、東京都美術館っていうそこの一部屋をこれで引いて、もう展覧会の終わり頃はみんな踏んじゃってもう真っ黒けになっちゃってそれで同じサイズの紙を外で持って風が吹くもんだからそれをまっすぐ風が吹くのにまっすぐしようと思って一生懸命やってるうちにボロボロになってしまうっていうそういうパフォーマンスもやったんですけど、つまり物と人間との関係とかありようとかそれを示しているうちにだんだん変化して、人間の思う通りにはならないっていうそういうようなことを示したんです。じゃあ本当はこれみんな踏んでしまってもいや初めいいとは言はね、わないけど、もう今はやっぱり踏むなってその当時はもう踏んで構わないっていう、それで後でボロボロでこれは変化されて、もうその元通りじゃないっていうことだったんですけど、今は踏まないでほしいみたいなことになりました。はい、あ、そうなんですか。はい、でも最初から1枚は壁、2枚は床。それはそう指示したんですけど、向こうでね壁には他の作品がびっしりねかかってて掲げるとこがないからそのまま床に置いたんですね。けども、指示は初め1枚は壁2枚は下っていうふうに指示で持って入選したもんですけども。入選したんですね。はい、これに賞をあげるってまあまあですよね。そう、次の部屋もびっくりしますよね。これは1970年8月展っていう近代美術館で行われた展覧会に出したもんで、その時は10枚でしたけど今回は7枚だけになりましたけど、10枚だともう向こうまで行っちゃうので、それ枚数減らして東京では5枚だけなんで5枚だとちょっと貧弱すぎるので今回は2枚増やしました。これもやっぱりダダダダとね崩れて雪崩落ちてしまう、要するに壊れてしまうようなそういう感じが出るんで、その当時はそのようにしたいっていうことであって時代がこうだとはちっとも思わなかったけども、振り返ってみるとそういう時代だったなという感じで、同じ時の作品としてこれも角材が9枚の9本の角材が寄り添ってたものもあればバラバラになってるのもあるし壁にかかったものもあるんですけども、これはその建築これから作っていくのか壊れていくのかわからないような、要するにそのものが見えるんだけどもとにかく作るとか壊すとかっていうことが極めて曖昧な感じで、一種の散らかりみたいなことになってるんですけども、これも作ることに対する一種のアレルギーみたいなそういう感じだと思います。そうですよね。なんかこれもうちょっと何か石とか来るのかなと思ってたんですけど来ない、なんか足らない感じっていうのが逆になんかこっちの想像力が働くっていうか、そうですね。なんか作品の一歩手前みたいな状態っていうか、はい、なんかそれが面白いですね。だから作るっていうことに対するある面での批判というか拒否反応みたいなものが出てて、とにかくきれいに窓まりのあるようにやるとか
作ろうっていうか組み立てるっていうことよりもむしろ解体に近いようなそういう感じでも表現ができるんじゃないかということかなと思います。結構スペースがいっぱい余ってるというか、まあはいはいまさに余白っていうか、はいはい。普通だったらもうちょっと埋めてしまいますよね。そうですねやっぱり勇気いりますよね。これぐらいそれはまあ、これぐらいでやっちゃう今で思うと勇気ですけど、その当時は破れかぶれのようなところもあるし、やっちまえっていうところもあって、こういうふうになったと思うんですね。いやでも今回の展示にしてもこれだけのスペースをこれだけで成立させるっていうのはやっぱりなかなか勇気がいると思うんですよね。それは何遍もやってるうちにもうこのよう同じようなことを世界でヨーロッパでもアメリカでも日本でも何回もやってるうちに少しずつなんかこうやり方が整理されて、まあこうなったんですが、初めはもっと雑然としたり、バラバラになったりしてたと思うんですけども、少しはまあいいか悪いかも多少上手になっちゃったかもしれない。それはまあ何遍もやってるうちにそういうふうになりましたけども、それでも物の力や空間の力で、何か強いインパクトが出てくればなということは、僕の気持ちとしてはあります。だからこういうのは言葉でうまく表現できない、きれいに救われるっていうことじゃなくて、なんかこれ壊れちゃってんだなとか、これなんかばらされてどうなるんだろうっていう不安感や、なんかそういうようなものが漂うっていうことが大事かなと思います。よく作品って準備中の方が良かったりしますよね。だそうからこれってその準備中の感じですよね。これから何かになっていくのかな。まさしくその通りです。だからそういう生きた状態っていうか。でこの部屋もこの作品も70、60、これは実は69年の、ある画廊でやったものの再現なんですけども、これも一種のトリックのもんです。綿というものは柔らかいもので、鉄板は硬いもので、硬いものが力があるはずなのに、柔らかい綿の方が綿の力が中からはみ出て、鉄板の外まではみ出て、鉄板がやっと抑えてるっていう、そういうこの2つの違う柔らかいものと硬いものが正反対な力関係を示すような、そういう一種のトリック、これもトリッキーなものなんですけども、そういう作品があって、その後現実的なものを着ながら、これは69年になってますが、実は79年になってますけども、76年頃ドイツで実はこれ発表してるんです。僕の記憶違いで、76年にドイツのボックムっていうギャラリーでこの作品を展示してますけども、でこれはある目で沈黙っていうか、鉄板があってその前に石があるんですが何も語らない。で語らないながらアメリカのミニマルアート風に単純なんですけども、ミニマルアートのようにそのものじゃなくて、語らないって言いながらも何か語ってるような感じっていうか、なんだかわからない、何か沈黙っていうか、何かを醸し出すような、そういう感じで、言葉にはうまくならない何か物の力とか空間やいろんなものの緊張感やいろんなことが出てくるっていう、そういう作品です。この鉄板と石の組み合わせっていつ思いつかれたんですか。どうやって。それは一番早いのは、ここは陳列されてませんけども、やはり68年頃鉄板をちぎった間に石ころがこう並んでる、そういう作品が早い段階の作品があるんですが、今回は陳列しませんでしたけども、その
ちぎれた間に別なものが入ってお互いに邪魔するっていうか一緒になることを拒否するとかそのようなことがあったんですが、それいろんな綿とかさまざまなガラスとかいろんなことを使ってきてますけども、だんだんそれが今日振り返ってみるとそうこうしてるうちに鉄板と石に修練されてきたんですね。使ってる主な素材がそのさまざまな素材を使ってたのが石と鉄板に修練されたんですけども、これは結果論なんですが、もう僕は一番そういういろんな素材を使ってるうちに自分の考えが大きく反映されるのは石なんです。石っていうのは実は地球以前からあるって言ってもいいぐらい外からいろいろ飛んできて、そういうものの塊が地球を作ったって言っても過言じゃないので、もう本当に木の遠くなるような時間の塊、それでその時間の塊の中には無数のいろんな要素があって、その要素の一部分を産業社会が引っこ抜いて溶鉱炉で抽象化したものが鉄板なわけです。でだからその鉄板の産業社会のものっていうのは実は自然のものの中から出てきたんだと。すると産業社会と自然っていうものはどっかで対話ができなきゃならないんじゃないかというそういう感じで最近はその石と鉄板っていうものを頻繁に使うようになりました。李さんの石はなんかでもいい石っていうかなんかちょっと人間味があるっていうかなんか。いや実は人間味って言われてるとちょっと困るんだけども最もずんぐりしてあんまりイメージの少ないもの取り留めもないあんまり特殊な形しない、なんとなくニュートラルなもんであればなと思うんですけど、そういう石がなかなか難しいんです。実はどこでもありそうなものを探す、どこでもありそうなそれでいわゆるこれはただ石だなということを人にそういう印象を与えればいいなと思うんだけども、これがなかなかないんで、石らしい石がなかなかないんです。なかなかないんです。石らしい石。それで、一昔3、40年前はどこでも転がってたし簡単に手に入ったのが、最近は法律も変わったり世界中で石を探すのはすごく難しくなりました。でも石っていうのは僕は石に行かれたのか石になんていうかな魂が抜かれたのか知らないけども、本当に石はいろいろこう用いれば用いるほど不透明で分からなくて、最も混沌としながら満ち溢れてる力あるようなものっていうのはなかなか他にないぐらい石っていうのはすごいなと思います。李さん作品はね、ロープの作品はまたすごいですね。このロープの作品は僕は今スケッチブックを探してもなかなかこれのドローイングがどこかあるはずに見つからないんですが、これ確か74年頃の向こうにある作品とほとんど同じ時期のもんですけども、これも70年1970年8月展という展覧会、さっきの枕木だとか鉄板を並べたその時と同じその時の僕の考えなんですね。でその時もロープを柱にくくりつけたような作品をやりましたけども、その時に柱に枕木をくくりつけるような時の同じ発想でくくりつけないで壁に釘を打ってロープというもののありようを示すようなことで、全くこれはナンセンスなある面でこれどうしたんだろうっていうそういう作品ですけども、言葉になりようのない、なりそうななりにくいような釘を5つ打ったのかな。そうですね。でそれで1個は使わない。ですると無駄なものあるいは無用のものもあって、用と無用が一緒にくっついてたり、
なんだか全然意味ありげななさそうな変な感じのもんですけども、表現っていうのはそういうもんじゃないかっていう、まあこの壁に鉄の棒をかけて、チョークでその半円を木炭で、木炭で半円を描いてますけども、これもなんだかどうしたんだろうっていう、まあ言いようのない何の意味があるんだっていう。フランスでこれをやった時にある若いアーティストが来て、これは何の意味だ、何の意味です、いやそんな意味ないよ。彼はこれを見ると頭が割れそうになるね。言葉になれないし、これどうしてこうなってるんだろうっていう、もう何回もね、自分が頭が割れそうなので言葉言ってくれって、いや僕は言葉ない、ね、まあそういうような面白い現象もありました。確かにこれね、言葉にしようと思ったらこれ全然ナンセンスで、言葉は言いようにないんですね、でもそれがどっかやっぱり感覚で引っかかるんですね。なるほど。でも本当このロープの作品は使ってない釘一本が効いてますよね。ね、これ見てほしいですね。最近展覧会の中にこう文字を入れられるんですね。まあこれはもう余計という人もいるし、いろいろいるんですけども、まあさっきからしきりに言葉が届かないとか言葉と距離があるということを言ってるんですけども、それにもかかわらず僕は言葉を用いたり言葉は考えるんです。これが人間だと思うんです。で届かなくても届きたい、なんとかそれを人間の言葉でもってもう一回捉え直したいっていう、そういうことの繰り返しの中に文化っていうものの積み上げがあるんじゃないかと思いますね。ここはね、面白いスペースですよね。そうですね。普段展示に使わないようなね、ちょっと暗くなった灰色のスペースですけど。そうですね。真ん中にここは本当普段あんまり使わない空間のようなんですけども、今回ここにまあ原始人の住処みたいな石を引いて、それで一つの空間を作って、その空間の中にまあその塔のように積み上げてみたり、何かもうかつての一種のドルメンのようなメンヒルのような、そういうなんか自分たちの気持ちや祈りやいろんなことがまあなんとなく感じられるような、そういう空間を作ってみたんで、極めてこれはプリミティブなっていうか、そのこれもやはり壊れるっていうか、そのバラバラになってる、こいつのまとまらない、その壊れた中でこれの中入ると踏むと音がガタガタ音がしたりしますけれども、要するにその最も根源的というか原始的でありながらも身体的な感覚とかいろんなものが感じられたりする、そういうそのむしろ人間以前のいろんなものとの触れ合いや関わりやいろんなことを感じてもらえればなということで、僕の中には絶えずこういうなんて言うんだろう、かなり古い、人間以前あるいはその人間の現象的なそういうところから考えようということが、まあ、あるのかなと思います。これ実際外に出て歩けるんですもんね。そう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 。そして今日はまた雨が降ってるからまたちょっと違う趣ですよね。そうですね。だからこっちから見たら僕の仕事は絶えず変化を伴うというか、ね、こっちから見たら綺麗ですね。固定してるようでいて、まあ彫刻も絵画もそうですけども、外との関連、いろんな現象との関連みたいなものが現れるようになってるんで、この作品はまさしく今ちょうど雨が降ってて、雨によって濡れてるとこれがまた違う感触が伝わるっていう、そういうことだと思います。これはもう出てみますか。わあ、
ああ、雨だとペチャペチャって音がしますね。まあこれもきれいに作るとか窓丸っていうのとはちょっと違う、なんかギクシャクしながらも何か人間の作るっていう最小限の何か始まりみたいなそういうことを感じてもらえばなっていうふうに思ってやってみました。これは最近の作品ですよね。そうです。ラトゥーレット、フランスのラトゥーレットでやったのが初めてですか？これは実はですね、この原型は80年代初め頃ソウルでやった時も外で四つ角に鉄のコーナーを作ってその中に石を作ったりした作品は何度かやったことあるんです。でも大きくそれをね部屋の中でやるようになったのはフランスのトゥーレットっていう中部の修道院、修道院じゃない修道院ですかね。コルビュジエが作ったその建物の中でやりました。やってみたら割と面白いなと思ってその後パリでもやったし、日本でもやるようになりました。ね、これは本当体験型って感じですよね。作品の中にいるっていうか体験する作品ですね。はい、ね、この部屋はまた面白いですよね。ね、4つ作品があるのに、4つで1つになってたりいうふうにも見えますし、なんか作品と作品同士がお話ししてるみたいな、なんかいろいろすごく僕はすごい好きなスペースですね。僕の作品の特徴でもあるんで、その作品は一つ一つある意味で独立してながら周りとつながってるっていうつまり作品には外があるっていうそういうことを象徴的に表してるんじゃないかと思うんです。一つ一つ独立してながらつながってる。だから今島袋さんが言ったように、つながってるんだか独立してるんだか分かんないようなその4つの作品があるんですけども、例えばこの壁に一部分が霧で壁にかかってたり下に石で抑えられてたりするそういう関係性みたいなもの、あるいはこちらでは石と鉄の棒が石と関わってる鉄と棒と石が関わってるのは関わりによって曲がってるように、でこれ関わりがないものはそのままピンと張ってるようなそういう関わるのと関わらないような関係みたいなものを表したり、向こうのは石の力によって鉄板との近いところがへこんじゃって、これは実際は日本の有名な物理学者に言わせると宇宙ではあのようになるんだそうです。それで地球にも微細に少しそういうものとの関係はああいうもんなんだけども、いろんな引力の関係でほとんど目に見えないだけであって宇宙ではわーってへこんだり出てきたりするんだそうです。僕はそういうものを知ってやったんじゃなくて、僕は自分の一つの力学関係でああいうふうにやってみただけなんですけども、こちらはそういう力学関係じゃないですけども人間のイメージに近いんですが、鉄板と石を置いて、彼氏と彼女みたいなそういうタイトルがついてるんですけど、そういう関連の中で、想像力を引き出すようなそういう作品かなと思います。でも李さん、これ普段一つだけの作品で見せる時よりもちょっとなんか石と鉄板の距離が空いてないですか？これぐらい空いてないとあんまり近くなるともうすぐ分かりきったようなことになるので、関係があるようなないような。いやこっちが空いてるからあっちとも関係してくるなと思って面白いなと思って見てたんですけど、それもあるかもしれないけども普通はもうちょい近いんですけども、これはもう少し
3、40センチくらい離しました。ね、それでいろんなものが有機性を持ちながらちょっとありそうななさそうなっていうそういうような感じ。あとなんかこの鉄の門みたいなの、はい、あれ壁の真ん中じゃないんですね。ちょっと、絶えず僕は真ん中は嫌いです。絵を描く時も真ん中は避けます。それで真ん中にすると人間の考え方が動かないんですね。固定されてしまうので、少しずらすとむしろ動きが出てきたり、そういう一つのねダイナミズムが出てくるので、真ん中っていうものは固定されて絶対的になっちゃうので、それは避けるべきじゃないかと思います。石とかも微妙にずれてるんですよね。そうです、そうです。はい。それで絶えず不安定です。若干。ここも全然違うスペースですね。他の部屋に渡ってくるごとにちょっとずつ違ったことで一種の劇的なシーンというか、そういう瞬間になればなということは、僕の一つの今回の展開の仕方なんですけども、この部屋は2つの石が対話をするような形で向き合ってるんですけども、それで電気が照らしてて、それで向き合ってるんですけども、お互いの影はそれぞれ正反対なんですね。それでその中で、お互いにこう語り合うようなことはどっかで関わり合うんですけども、関わり合うんですが本音はお互いに正反対かもしれない。二重三重の人間のややこしさっていうか、そういう面白いところを一つの表現の場として表してみたんです。これタイトルなんて言うんですかね。これ何だったかな、忘れちゃったな。星の影。星の影。はい。でこれは実にベルサイユで大きい展覧会した時にたくさんの石を並べていろいろやった時の一部分なんです。でもリーさんの最近の作品のタイトルはちょっとロマンティックな感じがしますよね。それがやっぱりいろんな人からいろいろ難しいとかわけわからないとか無味乾燥だと散々言われて、少しサービス精神が出てきたのかなと思います。彫刻はこれ、最後なんですけども、何も書いてないキャンバスに石が向き合ってる。さっき鉄板と、石が向き合ってるのもあったんですけども、これは面白いことにキャンバスと石だとまた鉄板とまた違って、なんか絵を想像する、何もないのかおぼろげながら何かを想像するのかわからないような、そういう感じの場を一応作ってますけど、やっぱりでもリーさんは困るって言いましたけど、やっぱりこれ背中に見えますね。なんか石が何もないキャンバス見てるみたいにも見えますよね。そう見えてもいいし、そこのとこは僕はあんまり言葉を付け加えるとなんかバレちゃうような気がするんで、絵画の部屋に移りますけど、すごいフレッシュですよね。さっきの暗い部屋からここに入ると、すごいね、急に天井も高くなるし。そうですね。本当もうなんかドイツの美術館みたいですよね。これカチッとしてるから、今ドイツの美術館って言ったんですけど、ドイツの美術館は割とカチッとしてるので、そういう感じを受けるかもしれません。で、この70年代の作品、絵画が並んでるんですけども、70年代のこの作品はほとんどが時間的な発想からその展開というか絵で見た作品なんですね。初めは点をつけても線を引いても初めは濃いんですけど、それを同じく繰り返していくとだんだん消えてなくなる。消えてなくなったらまだその絵の具をつけてまたずっと描いていくっていう、
表すことと消えること、そういうようなことを繰り返しによって反復によって表すという、そういう仕事をまあ10年ちょっとぐらいやったんですね。それで、まあ実はこれの始まりは、僕は71年にニューヨークを回って、ヨーロッパからニューヨークを回って帰ってきたんですけども、ニューヨークの近代美術館でバーネット・ニューマンのブラック&ホワイトっていうものすごく大きい展覧会を見て、非常に大きな刺激ショックを受けて、それは空間的な展開だったんですけども、絵画は終わりだとか絵画は死んだと散々聞いてたのに、まだ絵画でも力が表現できるし、まだまだやっぱりやれそうな部分がいっぱいありそうだっていうことをヒントを印象を受けて日本に帰ってき、飛行機の中で僕だったらどうしたらいいのかなっていろいろ考えてるうちに、子供の頃習った書を書く前に点の付け方や線の引き方をいろいろ4、5歳の時、よくやらされたことを思い起こして、それを現代風にシステマティックにやれば、その絵になりそうだと思って、それで始めたのがこのシリーズだったんです。でもすごい顔料ですか？はい。すごいなんか綺麗ですよね、色がね。いやこの顔料は多少日本に来て、この当時50年代終わり60年代初め頃、友達ができて、日本画をやってる友達ができて日本画塾に通ったりいろいろやってるうちに、この顔料を使うようなことを習ったりして、いろいろやってみました。そうするとこれ多少のこのピグメントが存在感もあるし、普通の油絵のことと違って物質感が、面白い物質感があるので、これが僕が絵画を展開する上でいいなんていうかな、力になったかなと思います。そうですよね。近寄ってみたら盛り上がってますもんね。そうですそうです。立体ですよね。そうですね。レリーフみたいになってる。レリーフみたいな感じもあるし、この石の粉ですけども、石の粉っていうものは独特な質感、存在感っていうのがありまして、そういうものが僕を相当助けたんじゃないかと思います。こんだけシンプルな絵だとやっぱりお料理で言ったらもうシンプルだからいい塩を使わなくちゃいけないみたいな感じですよね。その通りです。その通りです。これはアクリル絵の具だとか油絵の具ではこうはなりません。今見ると本当これなんか植物が生えてる来てるみたいにも見えるし、なんか花火に上がっていく時みたいな感じもするし。きちっとしたシステマティックな秩序だったようなものをやってるうちに、だんだんとこれが80年代にわたると壊れていくんですね。それでバラバラになっていったり、ああいうふうにもうぐちゃぐちゃに全部ばらされていって壊されていく。それで壊されていったり、それが強いなんかなんて言うんだろう、一つのストローグっていうか、なんか記号風でもあったり、何かそういうようなもので空間っていうものを意識するようになるんですね。元は空間的な意識じゃなかったのが、だんだんとばらされてて、それを組み立て直すような間にいろいろ風のように動いたり、それがなんか空間構成みたいになったりしてて、いくつかのストローグにだんだん整理されていく、そういう段階です。でも大きいですよね、作品が。でも逆にこのスペースにすごい合ってますよね。僕のこういう仕事は大きさがある程度ないと持たないっていうか、綺麗になっちゃったり、あるいは何か繕ったようなことになって、一定の大きさがないとこれは成り立たない、そういうもんだと思いますし、空間性が見える時からますます
大きさが必要だなということをその実感するようになりました。でも本当今回この美術館がとてもよく見える、このリサの大きい作品が。そうですね。やっぱり空間の力っていうのはすごいもんで、僕は自分の作った彫刻もそうなんですが、絵画もその作品も大事なんだけども、空間と共にあることによって力を発揮する。だからその絶えず外のものとの兼ね合いの中で、その作品性が出てくればなというふうに思うので、空間が非常に大事だということをここでも実感します。最後の大きな部屋です。この部屋は2000年代に入って金作が並ぶ作品で、その80年代のそのバラバラになったり非常にそのなんていうかアナーキーなそういうようなものから整理されて、それで極端にストロークが減ってきます。減ってくると同時に静かなストロークになります。それでそのモノクログレー系のそのストロークがグラデーションで薄いところとその濃いところがそのなんていうかその画面との関係で一つのなんていうんだろうその一種の変化というかですね、そういうものを表すようなそういう効果が出てきます。初めはグラデーションがなかったのがだんだんといろいろやってるうちに濃いところと薄いところ、これは70年代のだんだん薄くなるのと濃くなるのとの関係がやっぱり蘇ってきてこのような結果を生んだのかなとも思いますけども、こういうその2000年代に入ってからだんだんと書かない部分が広くなると同時に書くことと書かないことという意識がはっきりしてきたんです。この時になってようやく書くことと書かないこととの関連こそが絵画の始まりなんだという、これは彫刻ではもう早くから作ることと作らないこととの関係っていうことがある程度分かってたんですけども、絵画もどんどんやってみたら結局書くことと書かないこととの響き合いやその呼応の仕方でもって表現が成り立つんだ、成立するんだということが分かった時にはとても僕はワクワクしたし、自分のやってたことはそう間違いじゃなかったというようなことになってきて、それで最近はさらに色を使うようになって、それで、いろんな人たちが僕を見て作品が若返ったというように聞かれるんですけれども、若返ったかどうかは分かりませんが、僕はもう結構いい年なので、やっぱり若くなりたいのかなとも思います。それで、非常に力を絞って、本当にこうパワーのある、本当にその何かもっともっとその強い作品、僕は主に自分の活動舞台は圧倒的にヨーロッパやアメリカが多いので、そういうところでやろうとすると日本のようなモンスーンのような淡い感じでやるようなことだけじゃとても持たないので、そのヨーロッパやアメリカでやるとどうしても一定の強さが必要になってくるっていう、そういう意識でもってかなり強くなった作品です。これとかもでも書いてないですもんね、左側。そうですね、これは書くことと書かないことをまさしく表すようなもんで、一つのストロークしかないんですけれども、一つのストロークでもって、この書かないものとの関連で何か表現として成り立つのかどうかということを試みたわけです。これでも順番で0、1、2、3ってなってますよね。それは偶然なんですけど、ここは限られたスペースですし、最小限
整理しなきゃならないのでこうなって、これは本当はつじつまが合いすぎて具合が悪いんです。この間いろいろなことがあるわけです。実はもう4つの点もあれば点の付け方もいろいろ違ったりするのもあるんですけども、ここは極端に整理された展示しなきゃならないので、こういうふうにあまりにも何かつじつまが合うようなことになって、実はちょっとよくないですね。0123って内よくなかったですね。心はやっぱりちょっとまあちょっとまずいなと思ったりすることもあります。本当でもカラフルですよね。色がでも綺麗ですね。でこれをやはり色はもう最近使ったんじゃなくて、70年初め頃もあったし、その間水彩は絶えずいろんな色を使ったりしてました。それが、版画の中でもそうだし、それが最近になって、勇気を持ってもうキャンバスタブローにも色を用いていいじゃないか、もうこれ以上もういろいろなんか新しい展開っていうものがそうあるわけじゃないし、ここで色を積極的に使ってみようということになったんですね。それでと同時にスローグは一種のバイブレーションというか、スローグ自体が一つの揺れやブレやいろんなものを持って響き合いやなんかその波長が出てくるような、そういう感じを出したいということでこういうストロークになりました。こっちのやつもカラフルですけど、これ展示の時されてる時ちょっと見させてもらったんですけど、李さんあっちの絵をもっと最初右にあったのを少し左に寄せましたよね。そうですね。それは、要するにこれがないとこれが主張しすぎるような感じで少し邪魔するような感じを若干与えることによって有機性を持たせたり、たまたまある時見させてもらってて、左に寄せたことによってこれがちょっとディプティックっていうか、逆にこの間の空間とかがすごい生きる感じがして、そうですね、間の空間が出てきたり、その通りです。さすがだなと思いました。ちょっとずらしてこっちと関係が急に出てきたと思って見てて面白かったです。いやそれは本当に展示そのものも一つの作品だと思いますので、僕の場合は一つ一つが独立してながらその空間との関連関連性というものが生きた方がより重要だという、より強いというふうに思うので、やはりここで3つの作品が並んでいるんですけども、それも一つ一つ独立しながらその関係性でこの空間の力みたいなものがみんなが経験してもらえばいいかなと思って、こういう空間作りや展示になりました。今回作品がカタログの表紙になってますけれど、あれはやっぱり気に入られてるんですか？いや、そうじゃなくてですね、やっぱりインパクトをどういうものが一番インパクトあるかというようなことでいろいろ考えましたけども、一つのストロークでバーンとあったのが強いかなと思って、結果的にあれが選ばれるようになったんですけども。本当はあっちですか？そうですね。こっちですか？あれが裏表になってた。あれの右側が表紙になってるんですね。だから1個だけに見える。あれかと思ってました。なるほど。普通アクリルを使うようなやり方じゃない僕なりのやり方でアクリルを使ってますので、これアクリルにあんまり見えないと思います。でも一つの手を長い時間かけて描かれてるんですね。これはもう何回も5回6回重ねてますので。乾いては描いては。そうですそうです。なるほど。じゃあありがとうございました。いやどうも。